1種目目は柔軟性チェックを兼ねたストレッチやっていきます。こうやって足の裏合わせましょう。で、なるべく膝を外に開く。で、そのまま前にぐーっと倒れるんですが、見るべきポイントは2つあります。膝を外に開いて、膝と床の隙間が拳1個分ぐらいかどうか。こういう状態だとかなりまずいです。理想はこうやって膝が床にほぼついているような状態が理想です。で、逆にもう1個前に倒れて肘が床につくかどうか。この2点をこの柔軟性チェックで見てみましょう。終わった後に再チェックしてみますので、最後まで一緒に頑張りましょう。OK。じゃあ、その体勢のまま、足の裏合わせたままですね。左手を右斜め前に伸ばす。右手を左斜め前に伸ばす。こう手をクロス、斜め前に伸ばすイメージで、頑張りましょう。膝はなるべく外に開いたまま、頑張って。呼吸は止めないで、手はなるべく遠くに向かって伸ばす。しっかり伸ばす。なるべく遠くに向かって伸ばして。膝なるべく開いておいてくださいね。どうしてもきつかったらこうやってあぐらにしちゃっても OK です。斜め前にしっかり伸ばしきる。呼吸を止めないで。OK。じゃあ次は、こんな感じ。あぐらをちょっと崩したような感じで大丈夫です。そのまま右手を左斜め前にぐっと伸ばす。左手を右斜め前にぐっと伸ばす。交互に繰り返していきましょう。ぐっと伸ばしている。呼吸は止めないようにしましょう。できる限り遠くに向かってしっかり指先伸ばす。最初に行った柔軟性チェックは背中周りの柔軟性と股関節周りの柔軟性両方必要になってきます。なのでね、この動画では両方しっかりやっていきますので頑張りましょう。呼吸止めないで。 OK。 じゃあ次もう一回足の裏合わせましょう。このままですね、膝を外に向かってこうやってパタパタ開くイメージです。で、これでも十分もちろん効くんですが、余裕があれば骨盤をね、しっかり立てておくとより効果的です。で、さらにね、余裕があれば手でこうやって負荷かけてもいいと思います。手で負荷をかける。股関節外に開くってことが目的です。逆にきつい方、後ろに手ついちゃって、こんな感じでもね、もちろん OK です。自分がやれる範囲で OK です。OK、これで右足を左、こっちに持っていきます。で、この足をお腹に向かってぐーっとつけます。右のお尻が伸びてくると思います。伸びますか？右のお尻。で、なるべくぐーっと胸を張って、頭をね、上から誰かに引っ張られてるイメージで胸張っておくと、より右のお尻伸びてきます。結構ね、お尻と股関節って関係ないんじゃないのっていう方もいらっしゃるんですけど、股関節って英語でヒップジョイント、お尻の関節って言うんですね。もうお尻の筋肉って股関節全体を覆ってるイメージなので、かなり股関節の柔軟性には必要です。OK。じゃあ逆足いきましょう。左足を右、こっちに持ってきて、両手でこの足をお腹にぐーっとつける。左のお尻が伸びてくると思います。呼吸は止めないようにして、肩ね、あんまりこうやって力入りすぎないように意識をしましょう。なるべく胸を張って。で、これズボラストレッチ最後まで完走するってことが大切なので、例えば再生速度を調整したりとか、もしくはね、一回再生を一時停止したりして、水分補給したりしてもいいです。最後までね、自分のペースで頑張りましょう。OK。じゃあこれで、次は、あぐらの状態から右足をちょっと前に出します。でそのまま真正面に体を倒します。右のお尻が伸びてくると思います。で、今真正面に体を倒すって言ったんですけど、いまいち伸びないよって方は、左斜め前に倒したりとか、もしくはね、手をもっと遠くに伸ばしたりとか、右斜め前に伸ばしたりとか、いろんな角度で伸ばしてみて、右のお尻が伸びるなーって位置を自分で探してみましょう。呼吸はね、止めないようにして、お尻が伸びる位置をいろいろ変えながら探してみましょう。OK。じゃあ逆足いきます。左足を前に出して、正面に体を倒していきます。手をこんな感じで前に伸ばしましょう。左のお尻伸びてくると思います。
皆さん大丈夫ですか？ついてきてますか？もしきつかったら再生速度調整したりしてくださいね。手をもっと前に伸ばすとより伸びてきます。お尻のストレッチです。結構ね、皆さん頑張ってても痩せないんですけどっていうコメントとか DM もらうんですけど、もう大前提ね、人の体変わるのに3ヶ月ぐらいかかるので、気長にね、頑張った方がいいんじゃないかなと思います。OK。じゃあこれでですね、いつも行っている背中のストレッチ、ちょっと新しいパターンで行います。右手をこうやって床につきます。肘伸ばしておきます。左手をぐーっと万歳。斜め上に向かって手を伸ばすイメージ。左の脇腹は伸ばします。ここです。なるべくぐっと胸張っとくイメージですね。胸張っとくイメージ。指先は遠くに向かってぐーっと伸ばす。で、逆に、ちょっとね、この手を遠くについたりすると、より伸びてきます。肘は伸ばしておきましょう。指先は遠くに向かって、OK。じゃあ次、左手を床につきます。右手を万歳します。右の脇腹を伸ばしてます。左肘しっかり伸ばしておきましょう。余裕があれば指先遠くに向かってぐーっと伸ばす。まだ余裕だよって方は手をね、ちょっと遠くについたりすると良いと思います。遠くに向かってぐーっと伸ばす。これ広背筋っていう筋肉伸ばしてるんですけど、広背筋はね、さっきの最初の柔軟性チェックと関係ないって思う方もいるかもしれませんが、骨盤から腕にかけてついてる筋肉なので、めちゃめちゃね、関係します。OK。じゃあ次、内ももストレッチを行います。右足を伸ばして、なるべく股関節、外に開きましょう。そのまま体を正面に倒します。右の内ももが伸びてくると思います。僕、硬くて倒れないんですけど、余裕がある方はね、もっと肘ついたりとか、体べちゃーっと前に倒れちゃっても OK です。内もも伸びてますか？で、つま先、なるべく真上向けておくと効果的です。呼吸は止めないようにしましょう。よし、OK。次は左足伸ばします。なるべく股関節開いた状態で真正面に体を倒していきます。左の内もも伸びる感覚ありますか？で、結構最近コメント欄でいただくのは、私は柔軟性チェックとかこういうのもね、簡単にできるんですけど痩せないんですっていうコメントもいただきます。で、そんな方はそもそも例えば内ももの筋肉を使えてない。どういうことかっていうと、内ももの筋肉使って足パカしてくださいって言っても内もも使えないとか、そもそも筋力不足だったりします。だからね、この柔軟性チェックができるイコール痩せるわけじゃないですけど、痩せるためには必要だと覚えておいてください。OK。じゃあ次、逆に右足をもう一回伸ばします。で、右足の方に向かって体を倒す。右の裏ももが伸びてくると思います。しっかり膝は伸ばしておいて、余裕があれば手でつま先掴みましょう。空いてる手はね、膝曲がらないように押さえるのが僕はおすすめです。で、あんまり肩がこう力入りすぎないように意識をしましょう。呼吸止めないようにしましょう。これ裏ももの筋肉は骨盤から膝下あたりまでついてるので、しっかりね、膝伸ばしておくことでより伸びてきます。OK。逆足いきます。左足伸ばして、左足の方に向かって体を倒していきます。左足の方に向かって倒す。左の裏ももが伸びてくると思います。どうですか？左の裏もも伸びますか？で、最近僕、1個の動画結構長めにして、いろんな種目を入れて全身ストレッチするように意識をしてます。っていうのが、結論僕の中で部分痩せってできなくはないんですけど、かなり難易度が高い。だから全身ちゃんとやって、全身痩せた方が結論早いよねと思ってます。OK です。じゃあ次、最初のチェック。一回ね、途中なんですけど、どれぐらい進んだかなってチェックしてみましょう。膝をしっかり外に広げて、どこまで前に倒れるかやってみましょう。僕はね、肘つかなかったのが肘つくようになりました。逆にね、外に開くのは僕できるので、こんな感じです。皆さんどうですか？外に開く、前に倒れる、できるようになりましたか？で、まだこれじゃね、完璧にできないと思います。
今からまだ続きあるので安心してください。この膝ね、外に開くのは最低でも拳1個分ぐらい。理想はね、僕みたいにこうやってべちゃーっと倒れると良いと思います。最後までね、一緒に頑張りましょう。OK。じゃあ次は、両手をこんな感じ、小道具で組みます。で、右肘で、右膝タッチ。左肘で、左膝タッチ。これを繰り返していきましょう。もちろんね、タッチできないよって方いると思います。できる範囲で OK です。これもね、スピードよくやるっていうのも、ちゃんと肘で膝タッチして、普段動かさない範囲まで体を倒すってことが大切です。呼吸が止めないようにしましょう。肩腰痛い方、痛みない範囲で OK です。よし、OK。じゃあ次は、右肘で左膝タッチするイメージ。左肘で右膝タッチするイメージ。ちょっとね、これ難易度上がります、かなり。ゆっくりでいいのでやってみましょう。足はこんな感じで崩しておいても OK です。反対側の膝にタッチ。きつい。しっかりゆっくりでいいので、背中を丸める。頑張って。急ぐ必要ないです。普段動かさない範囲までねじって倒す。きつい。頑張って。よし、OK。